世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。先ほどにちょっと似てるかもしれないんですけれども、はい、Z 世代っていう呼ばれる子たちがおります。簡単に言うと2000年生まれるぐらいの方なんですけど、でこういった方がですね、社会に出るとですね、やっぱり団塊の世代とか、昭和の時代を生きてきた方々と一緒に仕事をするわけですよ。仕事をする上でとか、生きる上での考え方が全く違うんですよね。こういう世代が違う、時代が違う人たちがうまく円滑にコミュニケーションを取るためにどのようにしたらいいでしょうか。まあ価値観がね、もうみんな違いますからね、育った環境も違って、もう同じ世代でもね、やはりこういろいろ才能も違うしね、性格も違うしね、家庭環境も違うし、みんな違うわけですよね。だから今の子がどういうやはり物がものすごく溢れているね時代に生まれたのでね、そういうのをこうなんてハングリー精神がないっていうから頑張ろうってね思わない。だからもう何でも親がこう与えてくれてるので、もうそれでこう満足しているっていうか、だから自分の欲しいものしかね、やりたいことしかやらないみたいな、そういうのでも成り立っていくような、そういう時代になってしまったのかなっていうのね。だからそれはそれですごく豊かな心もあると思うので、そういうこだわらない性格とかですね、自由性とかがあると思うんで、もう少しこう相手の立場に立ってね、考えられる思いやりのあるね、そういう人間に、エゴの自由なんですよね。今までこうエゴがこう自由でなくて、なんか言われた通りにこう頑張ってやってきたっていうね、そういう中でのなんかこう達成感みたいのをねこう求めていたと思うんですけどね。今の人はなんかもう達成しなくてもなんか物がいっぱい溢れてて、今度はこうやりたい放題みたいになってきてるのかもしれないんですけれども、やはりさらに人間はね、何のために生まれてきたかっていうのをね、本当の自分を知るっていう、もっと知ある自分があるんですね。その重りの自分にならなくて、まだまだね、自分の意見をこう主張したりして、その時代の意見なんでしょうけども、もっとそれを超えたところにね、本当のこうなんていうね、自然の法則っていうかね、こうしたらば人間が豊かになるっていうね、そういうルールがあるんですよね。原因があって結果があるとかね。だから自分のやったことはこうまた自分にこうなんかこうやらなければね、やらない分なんか楽してるみたいなんだけれども、楽したらなんか自にね体が弱っちゃうかもしれないし、心も弱っちゃうかもしれないし、ね、少しこう使ったらね、やっぱり意志の力も強くなるかもしれないし、体力もね、重いものを持てるとかね、引っ越しにも値を上げないとか、すごくスポーツなんかでもこう筋肉の鍛錬をしたりね、でそういうのをこうどんどん好きなことだけしてるとね、弱い人間になっちゃうのかなって、だからもうちょっとこう私たちはこう集団の中でも生きているし、社会性も必要なのでね、相手の立場を考えてね、でどういうことを欲しているのかってね、お互いに協力し合ってやっていくっていう何かを作る場合はね、やっぱり自分の力だけじゃできないですけど、みんなの意見も聞いたりしてね、そしていいものを作っていくっていう、お互いにこう協力し合ったりね、アイデアを出し合ったり、人の話を聞いたりとかね、手伝ってあげたりとか、いろいろ協調性が必要だと思うんです。だからちょっとこう間違ったね、こうなんか考え方がこう蔓延しているのかもしれないんですね。だからもうちょっと一歩前進して、やっぱり心理のね、本当の英知、そういうものを学んでいく若い人は、そういうふうになって、でまた上の上司もね、そういうことを学んでいくことでね、もっともっとお互いにこう妥協できるのかなって思います。いいところに来てんだと思いますよ。
こういう世代が違うってことをねお互いに理解し合って、それを乗り越えるのにはそういうとらわれないで相手を許して、さらにね本質的なものに向かっていく、そういう英知を引き出して、また本当にこう許すね、あるいはこう知恵を引き出してね、でこうイライラしないで調和を図っていくっていう、まあそういうようなね新しい生き方を取り入れていかなくちゃならない。それはもっとねこう尊いものにね手を合わせていくっていうのが大切なんですよ。こうみんな英語で自分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 ってね、上の方の人も俺はこれだけのことをやってきたんだわ、お前聞けみたいなね。で下の方の人はそんなの古臭いとかね、お互いにこう我を張ってこうなんか調和をしないのかもしれないですね。だから謙虚になって、まずその上にね大いなる存在があって、そういうところの力によってこう全てこの宇宙は作られてね、そして自分もね、そういう一つの存在としてね、それをもっともっとこの体の使い方、心の使い方、どういうふうに使ったらばそれをみんなと仲良くね、そしていい世の中社会を作りね、で自分も成長して素晴らしい人間になっていくかっていうね、何か全部与えられて満たされすぎていてね、ちょっと傲慢になってるかもしれないし、まだまだこれからね。ただ自由だけじゃねやっぱ成長しないですからね。だからもちろんそうやってこう余暇ができたらね、もっと自分をこう整えてね、そしてもっとこうクオリティの高い人間になっていくことで、仕事のクオリティもただ長くやればいい仕事ができるってことではないと思いますのでね、精神を統一してね、そういう短時間にバッとできるっていうこともあると思いますので、まあそれにお互いにね、そういうような新しい生き方をこれからやっていく時期なのかなって思いますね。互いにこう認め合うってことですね。新しい、そうですね、時代が来てるというのを、古い考えもこうね外して、まあ新しい考えっていうのもね、それをなんかその若い人の考え方っていうのもねまだまだ不十分で自分勝手みたいになっているので、それをねこう調和してもっともっと高い次元の存在に意識を合わせてね、そしてこう謙虚になってね、で、学んでいく。それにはねこう自分の内側っていうのはこれ小宇宙なんですよ。でこれがねこう本当はね完全な存在があるんだけれども、カルマって言ってこういろいろほら若い人は若い人の価値観に染められてるし、古い人も古い価値観に染められてるので、それとそれがこうぶつかっちゃうのでね、だからそこにこう宇宙的愛につながったりね、本質につながって、そしてより高い人間性になっていくと、お互いに尊敬し合ってね、思いやりを持つ世の中になっていくことができるのかなって。だから世の中はすごくいい方に動いてね、便利になってね、満たされてきたんだけれども、もっと内側からこうものじゃなくてね、精神性を満たしていくね、そういう内側を整えるっていうことをやっていただけたらなって思いますね。